さんっぽいっていうことで、我が家では煉獄さんオベサと呼ばれています。最初の頃はこんな木質化というかねしてなかった気がしたんだけど、こちらねレフトボタニカルさんの3色台。オベサの上でオベサたちが暮らすオベサ、です。これはね真上から見た方がいいです。真上から見るとこんな感じ。最初の頃はもっといっぱいついてたんですけど、どんどん小株がこんな感じで枯れて、今残ってるのはこれぐらい。さらに新しい小株も出入って、小株からさらに小株が出たり、それで一つだけ大きな小株がどんどん育っていったりして、さらにその小株も成長点潰れてるのかな。このザーの鉢は横に柄が刻印されてますね。上と横。面白いですよね。ザーって本当独創的な鉢でかっこよくてすごい好きです。ちっちゃいオベサなんですけどね、特徴的で面白いオベサです。次のオベサはこちらのオベサ。ちょっとあれですね、斜めになっちゃってる。まあでもなんか最初からずっと斜めになっちゃってんだよな。まあこういうところもね、今年はね、植え替えてサイズに合ったようなやつ、斜めになっちゃってるのとか直していきたいなと思ってます。特に引っ越しでね、この前も植え替えましたけど、斜めになってたりとか、土がね、半分ぐらい落ちちゃったりとかっていう株もあるんでね、今年は調整もね、しっかりしていきたいなと思ってます。結構均等だったんですよ、昔は。柄が。まあ、こういう変化も楽しみながら。なんか少しずつねじれてきましたね、なんか。ちょっとねじれて育ってる。まっすぐだった気がするんだけど。なんだろう。太陽のあれかな。日の当たり方が均等じゃないとこんな風に曲がってったりするのかな。鉢は亀甲さんの鉢です。結構頑張って並んで買った記憶があります。この後うまく育つと背が高くなっていくですかね。まん丸ってより背が高くなりそうな雰囲気があるオベサです。次も亀甲さんの鉢に入っているオベサです。かわいい。これはね、
本当に細長い鉢にこの扁平の大べさを植える感じが可愛くなりました。好きです。これ可愛いフォルムが、もう全体のフォルムが可愛い。こうね、寸胴な娘の大べさです。成長期が潰れてまして、この後どうなっていくんだろうって言いながら、これリバラさんとで買ったんですけど、まだ特に動きはないですね。この後どうなっていくんだろう。まだ特にどうなるかっていう兆候はなく、シンプルにプリプリに育っていってます。金光さんの鉢はやっぱりこういうやっぱ素焼きがね、金光さんらしい質感ですよね。行きましょう。マーブルな感じがいいですよね。かっこいいです。このオベさん、横から普通に見るとね、普通の形のオベさんに見えるんですけど、普通の形のオベさんなんですけど、意外とね、量の数がいっぱいあるオベサです。上から見るとこんな感じ。12両あります。12両か。なんかこんな感じでわーっと分かれてたりとか。お椀型の鉢にこういうスタンダードな形の大べさってすごい合いますよね。ママと娘がこのね、おべさを猫ちゃんって言い出して、猫ちゃんのおべさがいいって言って帰ってきました。私には猫に見えません。まだ見えません。なんかね、船に乗っているような形のおべさ、猫が船に乗ってるって言ってます。そうですかね。猫ですか、これ。これもまたザーらしい形。個人的にはもっとね、その個性的なおべさとかに合わせてザーの鉢使うともっとかっこいいんじゃないかと思うんですけど、2人が気に入るようにやればいいと思います。これはこれでね、可愛いですけどね。関口隆人さんの鉢に入ったおべさです。これも形がね、形っていうかこのフォルム、鉢も入れた全体のフォルムがすごい、ぴったりですごい可愛いです。これ鉢はなんか吹き付けてあるようなデザインの鉢です。
外とスタンダードな形ですけど、扁平むっちりというか、両がデコボコしてきました。ムチ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 揃ってる感じ。両のなんか一つ一つかな。ムチムチしてきた。きれいに8両でね。可愛いんですよ。ディストリクト A さんのオベサのイベントの時に落札させていただいたものかもしれない。順調にムチムチっと育っていってもらいたいですね。ユーフォルビアの樹液が出てます。最初見た時心配しましたけど、全然何の問題もなく育っていっております。ゴツゴツにランダムに切られてる鉢なので、ちょっとね荒々しい感じにしてみるということで、化粧石はこれちょっと粗めのね石を使ってます。あとこれ色がね結構薄いんですよね。ずっと薄いまま推移してくれてて、傷も独特で独特な個性。虫食いかなこれね。うちに来た時からありました。ただの傷かな、わかんないですけど、少しねやや徒長気味になっちゃって心配したんですけど、だいぶ落ち着いてきましたね。むしろそれがかっこよくなってきてるというか。次はこれ。これはね、開墾愛好会サインで買いました。オスだかメスだかがちょっと量が少なくって探してたんですよ。どっちかもね忘れちゃったんですけどどっちかが少なくって探してたんですよ。でちょうど花咲いててね、ちょめちょめできないかな、できるかもないかなと思ってたらちょうど見つけて、奥質化の部分とかもすごい可愛い入り方してて、あ、これいいなと思って。奥質化の部分がすごい可愛いんですよね。少し細い。ロゴも入ってます。こういうやつが綺麗ですね、光ってて。ロットナンバーみたいなのも入ってて、ユーフォルビアオベサの梵天です。
体の半分ぐらい木質化が進んでいます。こうなってくるとね、一番大きな小株はもう、あれはもうそろそろ限界でしょうか。取るべきかなっていうぐらいの感じですね。まあでも、そこで養分を吸い取ってくれて、こういった木質化が進んでいっているのかもしれませんし、まあ、全体的にどうなっていくのかっていうところも見たいので、勝手にね、取れるまでは放っておこうかなと思います。鉢は、細川雅美さんの鉢です。これもね、顔があるんですけど、顔がもう見えてるんですけど、目が2つと、大きなたらこ唇、上唇と下唇みたいな見た目で、可愛いですね。次も細川雅美さんの鉢に入ったオベサです。3本指、すごい。3本指の3つに割れたオベサです。これはね、ライトハウスさんのイベントで買いました。購入した時よりだいぶ3本指の指の部分が長くなってきましたね。この後どうなっていくんでしょうね、これ。無事にね、大きくなってほしいですけどね、育ててほしいですけど、あんまり3本指の指のところがどんどん長くなるのも変になっちゃうんで、ね。かといって手のひらが太ってくのもね、一体どうなっていくんでしょうね、これ。まあ、それも含めて楽しみたいと思います。鉢はね、細川雅美さんの鉢です。細川さんらしい釉薬の入り方がかっこいい鉢です。三等オベサの次は、シャカタイマーさんで当たったオベサです。ちゃんと聞かなかったのでどなたの作品か分かっていませんが、好きでした。私は蜂も好きなので自分で植えたい派でもあります。買った時からあんまり変わってない感じがします。オーペンさんの鉢に入ったオベサです。種がついてたんですよね。そうで、種付きで、2生始められそうだったから、それに惹かれて購入した記憶があります。これもね、去年少し徒長気味になってしまって異別になっちゃいましたけど、最初やばい徒長してしまうって思った時よりは少し落ち着いてきたかな。このまま徒長が進まないでキープしたいですね。全体的にまた大きさが整ってくるといいんですけど、形がね整ってくるといいんですけど、当店さんの鉢はこれも本当で出始めの頃に当店さんの鉢が出始めの頃に購入しました。ストーリーがあるとね、そのストーリーに惹かれて手元に置いてみたいなって見てから考えようみたいな感じで
買っちゃったりします。まあ、意外とちょろいですね私。これはオベバリ、オベサとバリダが混ざっているオベバリのダブルヘッドですね。東京闇市さんの大宮でのイベントで買いました。もともとこれも売ってる時に鉢に入っていました。これもねリポットしたいなと思うんですけど、なかなかこれ以上に似合う鉢とまだ出会えていなくてリポットが進んでいません。よいしょ。片方は関口貴人さんのワークショップで作った鉢です。小さなおべさを一つ植えています。なんだっけなこれ、なんかの福袋かなんかに入ってた鉢じゃなくておべさだったと思います。ちょうどサイズがあったので植えました。こっちはシンメトリカかな、小吹きシンメトリカ。角仙園さんのあれですね、鉢ですね。とっても軽い鉢です。ロックフィールドエクイプメントコラボの鉢です。ザーの鉢に入った、うちわ型のすごい撤回しているおべさんです。これはシャカタイマーさんのイベントで買いました。鉄火のおべさんです。ザーの鉢はこれすごいよく合いますね。奇抜な感じの植物なんですけど、個性的なザーの鉢がよく合います。なんでだろうなよく合う。かっこいい組み合わせですごい気に入っています。好きです。好きな組み合わせ。これからも健康にね、ただただ健康でいてもらいたいです。あ、違う、まだあんちゃう。もう一帯さ忘れてる。二段重ねおべさの存在を忘れていました。これもライトハウスさんで買ったような気がしています。上の方が少し、育ってきちゃってて徒長気味っぽく見えるんですけど、買った時からちょっとね尖ってました。でさらにまた上の方いい感じで育ってくれちゃったんで、できればね、まあ下の方ってもう育たないのかな、木質化してて潰れてるからね。一番下のお団子はもう
この上のやつが上に育っていくしかないのかな。太ることはないんでしょうか。ちょっとどうなるかわかんないけど。8はレフトボタニカルさんと、うさぎセラミックスさんのコラボ鉢ですね。うさぎセラミックスさんってすごい可愛い名前ですよね。月の月面のクレーターみたいな、そういう発泡させた釉薬を、そういう鉢なのでそんな名前なんじゃないかと思っています。そこにレフトボタニカルさんのタレ、レフトボタニカルさんといえばこの垂れた感じの釉薬なんで、その表現が乗っかっているという素敵なコラボですね。これもめちゃめちゃお気に入りです。でもちょっとね、引っ越しのタイミングで斜めになってしまいましたねえ。リポートするか、もう一回ちょっとちゃんと植え直すかね、ちょっと考えようと思います。このままにしとくのはちょっとあれなんで、もう少し暖かくなってきたらやろうと思います。バッサニ。さあ、おべさをどんどん並べていきましょう。おべさ、おべさ。集合写真が撮れるでしょうかね。撮りたいですね。集合写真。上手に。みんな入った？まあこんなもんでしょうか。